届きます。お、美味しい。こんにちは、パミコです。お元気でいらっしゃいましたか？ご視聴ありがとうございます。今日は三色団子とひし餅を作ってみました。材料はまた下に書いておきますね。団子粉と白玉粉を使ってみました。ボウルに粉類を材料全部一緒に入れてしまいます。先にお湯を沸かしておきますね。粉に砂糖も加えます。そしてヘラでサクッと混ぜておきます。分量のぬるま湯を計量カップに用意しておきます。最初は分量の3分の2ぐらいは一気に入れても大丈夫です。ある程度混ざったら今度は手でこねていきます。力強くガシガシとこねながら残った水を少しずつ足していきます。間違えてもいっぺんに入れないようにしてくださいね。結構面白いんですよね、これ。どんどん馴染んでくるとこんな風に紙粘土みたいになるんですよ。硬さを見ながら少しずつお水を足して練り込んでいきます。いっぺんにお水を入れすぎると片栗粉みたいな感じなので一気にドロッとなってしまいます。もういいかな。ではね、分量に切り分けていきます。今回はひし餅とそれから三色団子を作るので適当に切っていきます。はい、まず白ですね。三色団子用の団子5つ切っていきます。1個あたり 10g を目安に作っています。切ったものを丸めて置いておきます。次はピンクを作っていきます。食紅ですね。水に溶かなくても直接生地に振りかけて練り込んでいくことでまだらにならずにできますので、私はこうやっていつも作ってます。こねているとちゃんと馴染んでくるんですけれども、薄いピンクの方が美味しそうに見えるので少なめの方がいいかなって思います。マーブル状になってるんですけども、蒸したり茹でたりすると結構濃い色が出てきます。だんだんと馴染んできました。三色団子用のに切り分けていきます。はい、5つ。少し分なので5つ 10g ぐらいずつ切って丸めておいておきます。はい、次は緑色の抹茶ですね。これスーパーで買ったんですけれども、スティックに 2g 入ってるんですね。これ3分の1ぐらいで全然問題ないので、結構濃いくつきますから 2g の3分の1ぐらいかな。これも、お水に溶かずに直接生地に練り込んでいきました。色がついたら三色団子用に5つ切り分けて丸めていきます。お団子用の生地を取った残りをダイソーで買ったパウンド型にはめてひし餅を作る準備をします。まずピンク、それから白ですね。平べったくして手にお水をつけながらキュッと平らにしていきます。このカッターダイソーで100円なんですけど、手頃な大きさでフライパンに入るのですごくいいですよ、この大きさは。はい、で白を入れた後、最後に緑をのせて内側を伸ばして、先にひし餅をフライパンで蒸している間にお団子の方を作っていくので、フライパンにキッチンペーパーを引いて沸騰したお湯を5ミリぐらいかな注いで、それからひし餅の先ほどの型を入れます。はい、一番小さい火で15分蒸しますね。蓋をします。はい、蒸している間に今度は三色団子を茹でていきます。沸騰したお湯にそーっと入れていきます。まず白から入れますね。丸く丸め直しながらお湯の中に入れていきます。
そこにくっついてる時があるので、お箸でちょっと触ってそこから浮かしてあげてください。3分ぐらい経つとふーっと浮かんでくるんですね。浮かんできてからまだ1分ぐらいはこのまま茹でておいてください。はい、浮かび始めてから1分ちょっと経ちました。ボウルに冷たいお水を用意します。アクスクイ、買ったアクスクイが活躍します。お水を取り替えてしっかり冷えたらざるにあげておきます。そうこうしているうちに15分が経ちました。お水がなくならないようになくならないように途中で見てあげてください。はい、召し上がりました。このまま放置して冷ましてもいいんですけれども、お水に取った方が早いです。しっかり冷めてから型から外します。お水を切ってひし形に切ります。ひし形に切るときには包丁がくっつかないお餅の切り方という動画がありますので、よかったらご覧になってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録で応援していただけると喜びます。ありがとうございました。